こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はガスト打ち返し実績を解除し、さらにウィザースケルトンの頭3つを収集し終わりました。前作のウサバラシカのようにサクサク買ったわね。試しに前作同様のグラフを作ってみたのですが、これが前作。縦軸がウィザースケルトンを買った数で、横軸は時間です。グラフの横線はウィザースケルトンの頭1つをドロップする期待値で、期待値通りなら 171.4 体で頭6つ集まったはずのところ、最後の1つが出にくかったです。ちなみにこの円の部分が、秒が距離10でプレイした26分間です。他の場所と比べると傾きが急になってるわね。さて、今回のグラフはこんな感じでした。ちっちゃいわね。期待値では 54.5 体で頭3つですが、やはり最後の1つが出にくかったです。まあ、いつものことよね。さて、このグラフを見てふと思ったのですが、なんか、ビーコン量産できたりしませんかね。また変なこと考えるんじゃないわよ。さて馬鎧ですが、拠点にしまってた馬鎧と合わせると金が1馬身リードです。今後の残ったプレイではもう伸びないでしょうから、金が1着で確定でしょう。馬鎧の使い方間違えてるわよ。では次は醸造台の作成です。今回は実績解除できる限り進めます。で、実績はどこまでやったかわかりにくいので1枚のテキストでまとめたら、こんな感じになりました。合計34種類ですが、こうしてみるとすごい数です。ごちゃごちゃしてるわね。コンパクト重視です。目で追っていくと見慣れてきます。で、今のところ解除できそうなのは、ポーションとやりすぎ、ジエンド2つとウィザー2つです。そこまでいけばビーコンも解除できるんじゃないの？ブロックの塔が完成して、その先端で解除したいのでビーコン実績はわざと残します。さて、ネザーで経験値が40まで溜まってるので弓のエンチャントで消費します。4回できますね。なんでまた今のタイミングで？ジエンド実績解除の時に、エンドストーンの浮遊大陸まで距離があるので奈落に落ちかねないからです。ウオー全5種類エンチャントついてるし。しかも全部最高レベルじゃないですか。いらないのついてるから使えないけどね。まあ他3つの弓は適当でした。あとは採掘用ツルハシを修復しておきます。もうブランチマイニングする機会ないでしょ。半ば諦めてますけど、でも他でも何かと使えたりしますから。さてポーションですが、まず作るのは力のポーションです。やりすぎ実績とウィザー実績で使います。ついでにメインで使ってる弓も修繕して経験値を消耗しておきます。余さず経験値活用したいようだけど、そんなにジエンドで奈落に落ちる自信があるの？正直大丈夫と思ってますが、念のためです。さらに、予備の鉄装備を持っていきましょうか。やっぱり落ちる気満々じゃないの。さて、やっとポーション実績解除です。ちなみに私の愛用ポーションは8分に延長された俊敏のポーションです。でも大量に持ち運ぶことができないので大体後で作るの投げてます。よし、ちょうど夜になりました。さて、やりすぎ実績解除にご協力いただくのは、エンダーマン。地上に放置してたダイヤブロック危なかったわね。いえ、少し余剰してるので、一つ二つ持ってかれてもびくともしません。まさか一撃とは、やりすぎました。で、次の実績は何？おしまいクエスチョンで、要するにジエンドです。要塞に着きました。そういえばチェストとか置き去りにしてたの忘れてました。注意しなければならないのは、ここでベッドで休まないとジエンド抜けた時に拠点にワープしてしまうことです。死ななければむしろワープした方が便利なのに。
白っぽい死に装束をまとって、ジエンド突入準備完了です。さて、では運命の舞台へ。そもそもエンダードラゴンのいないジエンドよりも、ウィザー戦の方がよほど危険でしょうに。そんなことないです。ウィザー戦は前作で作戦確立してますから。で、エンダーパールのコントロールは慣れてきたはずですが、大成功です。さて間もなく、何ら感動もなく淡々と実績解除作業のエンディングを迎えますが、思い起こせば、なんかあったかな。いや、ないです。何かはあったでしょ。落ちたり落下したり地面まで降下して激しく叩きつけられたり。そんな遠い昔のことを持ち出されても、まあ、嫌なことを忘れるので人間は生きていけるんです。それはともかく、結局奈落落下しなかったわね。私の場合、準備を尽くすと大体無駄になるんです。準備しなければ危ないところでした。さて残る実績がいよいよ減ってきました。次はウィザー戦です。さて、リスボーン拠点への帰り道です。密かにベッドで寝なければよかったと後悔してるのは秘密ですが、地図がおかしくなっているのに気づきました。ジエンド往復で狂ってしまったのね。ジエンドには持っていかなかったのに。まあゲームさえ起動したら治ると信じます。リスボーン拠点に戻ってきました。で、ウィザー戦に備えて何か回復剤は持っていきたいと思うのですが、金ブロックが余ってるので上位の金リンゴ使おうと思ったら、なぜかリンゴが一つもチェストにないんです。ポーション使えばいいんじゃないの？前作ではガストの涙を持ってたので再生のポーション使ったのですが、今回は機会に恵まれませんでした。もうこれ持っていけばいいかな。ここは後でビーコン飾っておきましょうか。一つで足りるの？前作同様、戦い終わった後でウィザー効果を多少打ち消せれば十分です。さて、ウィザー戦の後も考え俊敏のポーション量産に取り掛かってます。次はキノコ島探す予定です。万が一のため一応寝ておいたのですが、考えてみると要塞のベッド取り払ってたので不要でした。さて、いよいよ決戦現場に向かいます。現場はこのネザーゲートのさらに奥です。で、水で紫を消せるとご指摘いただいたのですが、おお、この紫のモヤモヤ板ガラスだったのか。違うと思うわよ。さて、ではウィザー召喚です。ウィザー戦は前作の2回が初めてで、今回は3戦目です。相変わらず通路使って安全策で戦うのね。当然です。まともに戦ったら危ないじゃないですか。よっと、あれ？何か間違ってる？また忘れたのね。いえ、さすがに忘れづらい形ですけど。あ、硬い。これ、ツルハシで壊して回収できるか怖いです。紛失したら面倒ですし。でもなんで召喚失敗？ひょっとして顔の向きが全部まっすぐじゃないといけないとか。それはないんじゃないの？前作でも通路の真ん中から置いたのだし。下を崩してアイテム化、しないのか。ならやっぱりツルハシで回収するものなのかな。おおヒヤヒヤしました。で、頭まっすぐ作戦もやはりダメで、物は試しと下のブロックを左右に箇所掘り開けてみました。前にアイアンゴーレム召喚が松明が邪魔してできなかったらしいので、それと同じ理屈かなと思った次第です。これでうまくいくのなら、さりげなく前作から仕様変更がされていたということですが。些細な仕様変更はよくあるものね。きたー。これで実績も残り3つとなりました。残り少なくなると少し寂しい気分です。さてあとは、ウィザーの体力が半減するまで矢をまっすぐ打つだけのお仕事です。と、思ったらなんか狙いにくいんですけど、少し上に召喚されちゃったのかな。前作ではじわじわセリーに近づいてきたわよね。まあよくわからないですが、何か微妙に前作とは違う模様です。
でも、こっちへの攻撃は全部周囲の石がカバーしてくれるし、大きな差はなさそうです。攻撃が当たるたびに上昇してるような、なんだか嫌な予感がしてきてます。こっちからの攻撃は全部周囲の石にカバーされてるし。頭隠して尻尾隠さず。これ、明らかに作戦失敗よね。どうするのよ。まずい、体力半分切ってる。なかなかウィザー効果が切れません。そっか多分ウィザーの攻撃だと効果継続長いんだ。このままだと死ぬ。もう、ゴリ押しで行きます。行くしかないです。確かに行くしかないわね。そして骨は後で自分で拾うのよ。爆撃を恐れてはいけない。ハートを気にしてはいけない。自分のダイヤボールを、そして豊富に付与されたエンチャントを信じるんだ。めちゃくちゃ食らってるわよ。避けることを考えてたら矢で狙えません。エンチャント付き金リンゴまで使ってるんです。ゲームバランス的に打ち取れるはずです。要するに、ただのゴリ押しね。いえ、ゴリ押しは、防具と自分の腕を信じる力があってこそできるんです。信じる力で勝利をつかみ取りました。剣の戦いになってからはあっけなかったです。でも、さりげなく残り体力が少ないわよ。引き分けじゃないの？いや勝ったのは私でこの誤審でも勝敗とは関わりなく私、干からびたんだ。随分とめげそうな死に方の一つね。さて死ぬ前に松明は置いたし、速攻駆けつけます。ネザースターだけは死んでも回収しないと。さっき回収して死んだばかりじゃないの。モブは湧いておらず、何ら問題なく全てのアイテムを無事回収できました。しかしまあ、これで私も13代目です。13というのは縁起悪そうで好きでないのですが、まあ仕方がないです。ちなみにこの企画での死んだ原因を調べてみたのですが、落下死は半分に満たないですね。私もそう落下死するばかりではないようです。塔からスライムブロックに飛び降りるの自粛したからでしょ。さて、リスポーン拠点に戻ってきました。まあいいか。ようやく実績の方は冒険の時間とビーコンの2つとなりました。次は冒険の時間に着手しますが、要するにキノコ島探しです。そして同時に、1辺1メートルの収集ブロックである禁止ブロックの入手場所でもあります。海底遺跡は最後にするのね。まあ初見ですし、最後にすれば何か予想外のことが起こっても対処しやすいですから。さて、ビーコンも収集対象ブロックです。これは塔のてっぺんに積むのでしばらくは飾っておきます。なんか、ちっちゃくなっちゃいますね。さて俊敏のポーション量産したところで今回はここまで。次回はキノコ島探しです。目星つけた海洋バイオームにあればあっさり、なければそこそこ長期戦かもしれません。メサ2箇所目が先に見つかりそうね。それではまたね。バイバイ。